行きます。ベア100始まりました。今動画撮ってます。2022年9月23日金曜日、朝6時にスタートして今夜明けになってきましたね。だいたい1時間ぐらい進んで、まだ5キロちょっとなんですけど、標高が2000メートルぐらいで、最初のローガンピークという16キロにあるエイドステーションに向かって動いてます。そろそろ最初のピークに着くような気がする。ここまでなんかシャドウが 15% ぐらいの林道とシングルトラックが続いてるようなサーフェイスなんですけど、なんかこっちの人歩くのは結構早くてビビりますが、右に曲がる。ピーク来たっぽい。ここからしばらくトラバースですかね。曲がる。すごい景色だ。ちょっとね、これ撮りながら走ってて転ばないようにしないと。ストック持ちながら撮るの難しいね。あとファーストエイドまで何キロだ、3キロちょっとです。Say hi to Japan. Hello. Hey.
もうすぐで16キロ地点のファーストエイドローガンピークに着きますが、最後にね、わかるか、結構なシャドウの登りがあります。ここに来るまでも結構綺麗なトラバースがあったり、まあまあなダウンヒルがあったりと、なかなかね面白いコースじゃないかなと思います。はい、さあファーストエイドのローガンピークに着きました。グレープ美味しそう。Thank you. You're welcome. And we need water. Thank you. 355 192. さあそのままほぼスルーで出ます。今スタートじゃねえや、最初のエイゾステーション過ぎて3キロぐらいですかね。はい、走る練習。 Good job, guys. Good job. まだ瀬尾さんも一緒に走ってます。こっから結構下りになりますね。次のエイドまでずっとダウンヒルです。ダウンヒルに入ったんですけど、ご覧の通りかなりですね、岩がゴロゴロしてて走りにくいんで、ここはかなり気をつけていかないと、なんか足も消耗しそうだし、何よりぐねりそうなので気をつけていこうと思います。今第2エイドに向けて14キロちょっとの道のりをで半分来たところですね。今グネッと油断しちゃいかんですね。結構さっきのガレガレしたダウンヒルが終わって、今シングルトラックになってきてます。こんな感じですね。まだ集団がそんなにばらけてなくて、周りに人がいる感じです。今ね、奥武蔵を彷彿とさせるようなシングルトラックを走ってます。気持ちいい感じですね。さっき何回もこの大会を走ってる66歳のレジェンド的な選手の話を盗み聞きしたんですけど、この大会の攻略のコツは、よく水分をとってしっかり食べることと言っておりました。
結構ね乾燥してるんで涼しいし、水分なかなか取るタイミングがなかったりしちゃってるんですけど、もっとまめに取った方がいいかもしれないですね。ハプニング1個目です。こけました。前に向かってダイブして、すり傷とかは内身とかは大したことないんだけど、ちょっと右足首をぐねりながらこけたみたいで、それがちょっとこのダウンヒルを走るときに一歩一歩が痛いっすね。結構ぐねってもしばらくすると消えてきたりもするんで、収まってくれるといいなぁと思うんですけど、ちょっと下りはさっきみたいなペースで走れないですね。痛い。ちょっと不安がありますけど、やるしかないんでね。エイドステーション、ラインエイドステーションつきます。Yeah, buddy, doing good, doing good. Keep it up. Woo-hoo, woo-hoo. 走りたいけどエイドに着きました。ラインエイドっすね。こんにちは、JJ です。はい、こんにちは。こんにちは。サポートありがとうございます。はい。体どう？体転んだ。あ、転んだ。一回転んだ。でも大丈夫。気をつけてね。Thank you 。今、第2エイドステーションを出て、次のアッパーリチャードフォローっていうエイドに向かいます。だいたい12キロぐらいで2時間前後で着くんじゃないかと予想しております。だいたい30時間から36時間の間でゴールできるんじゃないでしょうかね。順調にいけば。足首は痛いけどこれから上りなんで、その間に良くなってくれることを願います。暑くなってきたね、外が。すごい岩山。今どのくらいだろう、38キロぐらい出ますけど、ちょっとそれなりにね疲れてきましたね。かなり登らされております。この区間で13キロで880ぐらい登るのかな。突然ですが、今回の補給についてですね、今回30分に1回100キロカロリーずつ取るようなプランにしていて、で持ち歩いてるのがガッツギアっていう子供向けのウィダーインゼリーみたいなの、これが200キロカロリー。あとアンドゥですね。アンドゥがいい感じで、それとあとマナバーっていうグラノーラバーっていうのかな、それを使ってますが、もう早速口の中が
乾ききっててマナバーが咀嚼できなくなってるんですけど、3つ目のエイドステーション、アッパーリチャードフォローに着きました。いや結構疲れた。はいはい。Yeah. You do. Yes. You already have it. Huh? 355. Yes. I saw the wrong number. Okay. All right. Hi. I'll get it. Yeah. 今第3エイドを受けて第4エイドのライトハンドフォークに向かってます。だいたい14キロちょっとぐらいで2時間半ぐらいかなかかる見込みになってます。14キロずっとダウンヒルみたいなんでダメージ来ないように、あと転ばないようにしたいと思います。足首はさっきの上りでだいぶ痛さが馴染んできて、もう今走ってても大丈夫ですね。こんな感じのダウンヒルです。For YouTube? YouTube, yes. Say hi to Japan. Hi everyone. Hello everyone in Japan. We're here at the Bear 100. Mile 30, 32? Yeah, Maybe 50 kilometers in. yeah. We've already got 8 or 9,000 feet in gain. Maybe 25, 26, 2,700 meters. And we're still running. Yes, We're still jogging. we are running, jogging, actually. Woo. もうすぐ、ライトハンドフォークのエイドステーションですね。ここはちょこっと1マイルぐらい選手とのすれ違いがあるスポットになってます。早くエイドに行きたい。4番目のエイドステーション、ライトハンドフォークに着きました。ここはクルーがいるんでちょっと盛り上がってますね。今ライトハンドフォークのエイドを出ました。予定よりちょっと20分くらい早く、到着しちゃったけど、まあこの後はぼちぼち行きましょう。瀬尾さんもなんやかんや一緒のパックになっております、今のところ。次は第5エイドテンプルフォークに向かいます。前の女の子が結構走るの早かった。はい。Great Good job. 広大な景色が広がってます。今だいたい64キロ地点ですね。結構疲れてきてます。めっちゃ天気
雲一つない晴天でございます。もう少しで第5エイドステーションのテンプルフォークに着きます。だいぶ日が落ちてきそうな感じで、はい。いや、疲れた。ちょっとこのエイドでは着替えとか結構いろいろ置いてるんで、ロープバッグにちょっと時間かけて準備して、その次のトニーグローブエイドステーションに行きたいと思います。はい、今テンプルフォークの映像出ました。次のトニーグローブまでは11キロで869上り、213下り、だいたい2時間半ぐらいかな。夜の8時半ぐらいに到着予定です。 OK, thank you. You're going to go across the street and go in between the two peaks. OK. Cody. Yeah. You're looking good. Yeah. You're fresh. Yes. Have a good climb. Thank you. See ya. もうあとちょっとで日が暮れて景色も見れなくなるんで、多めにね景色を撮っておこうと思います。ついにですね、道中一人になりました。前にも後ろにも今は誰もおりません。次のトニーグローブでだいたい半分の50マイルぐらいの地点になります。52マイルかな。結構みんなコース上でいる選手とね、フレンドリーに話してくれて、前のアメリカのレースは違ってその辺も楽しめてていい感じですね。突然ですが、今まだ明るいんでギアについて記録を残しておこうと思います。まず足回りですが、今回シューズはアシックスのトラブーコマックスという
マックスクッションの靴にしています。結構ラグがあって、なんか他の靴みたいな感じなんですけど、それとソックスはパタゴニアのイノールソックスにしてます。結構なんか蒸れるようなイメージあるかもしれないけど、結構ドライに保ってくれて調子が良かったんでこれにしました。ポールは前買った REI のやつです。で、時計はカラスの Apex Pro。あとインナー類ですね。名前忘れちゃったんだけど、モンベルのドライメッシュの夏用のやつですね。それのアンダーウェア、下着とパンツと中がノースリーブで、夜用に半袖のやつを用意しています。これもいろいろ試して、軽いのと、こっちがドライなんでちょうど乾き具合とかもいいかなと思ってこれにしました。今のところ遊びようもなくて調子いいです。日本みたいに湿度高くて汗びちゃびちゃだとちょっと保水がね結構しちゃうんであれなんですけど、こういう気候だったら調子いいですね。はい。メガネはアイボルっていうブランドのメガネに調光レンズって言って、紫外線を浴びると色が変わるやつにして、夜はそのままメガネになるといったものにしております。で、帽子は走る練習キャップ伊勢丹カラーを投入しております。あとモンベルの三等兵サンシェード、これがめちゃくちゃ調子良かったですね。今日は日差しがすごかったんで、もう風が吹くと首にクーラーがついてるぐらい涼しくて、マジ買ってよかった。これおすすめです。そんなもんかな。また夜はね違うウェアに変わるんで、余裕があったら紹介したいなと。牛ですね。フリースタイルで放牧されてます。ああ、トニーグローブに着きました。はい。いろいろ食べ物もらいました。You might get, I mean, here or there. 結構人多い。さあ、トニーグローブを出て、次のフランクリンベイシンに向かいます。もうめちゃくちゃ寒くなってきてる。しかもちょっとこの間で着替えてトイレ済ませて結構時間使っちゃったな。30分ぐらいだかも。まあしっかり自分できたんでいいでしょう。ただ体は完全に冷え切りました。こっから上りなんでね、それで体温めて、あとはあまり止まらないでサクサクっといきたいなと思います。Okay. Okay, we're coming. トニーグローブを出てまだ割とすぐなんですけど、結構こう空がバーンと見える開けたところにいるっぽくって、GoPro じゃ絶対映んないんだけど、ものすごい星空が広
広がってます。ね、映ればいいんだけど。銚子の方はね、なんか夜になってから涼しくなったからなのか、結構体が動きます。気のせいかもしれないけど、もうね、半分終わったんで、あと半分っていうよりは次の映像までの距離を刻んでいくような感じで進んでいこうと思います。今朝食、夜のフラットのところをね走ったんですけど、ぐねりました。いや、ロードぐねってちょっと同じところっすね、さっきと。ちょっとまた痛みが抜けると思うんだけど、ちょっと結構痛かったな。ちょっと無理しないで歩きます。もう少しでトニーグローブの次だからバイナナかな。フランクリンベイシンっていうメイドに着きそうです。ここまで14キロぐらいあって、上りも下りもあったんだけど、なんか割となんか走れるコースっていうか、シャドウがあってもなぜか体が走れるような感じの感覚になったんで、プッシュはしてないんだけど、軽いジョグぐらいのペースでずーっと走ってきた感じになります。疲労はないんだけど、これが後でどう響くか若干気になります。でもエイドにつきましたね。今フランクリンベイシンのエイド出ました。もう早々に出た。もう止まったらめちゃくちゃ寒い。もう動き続けるしかないね。これは超寒い。さっきまですげえあったかったね。こっからガーって登って降りるみたいな感じのプロファイルでまた14キロぐらい3時間4時間みたいな感じなのか。なんか図書がある。よいしょ。そんな感じでございます。ちょっと体温めるために動き続けよう。寒い、超寒い。今さっきの移動を出てから1時間ちょっと経ったんですかね。さっきも結構調子良かったんですけど、ちょっとね、なんか今微妙な感じで少し眠いのと、さっきちょっと頑張りすぎたんで、このセクションはもうほぼフラットは歩きで、下りは走れそうだったら走るけど、結構上りがパンチあったな。谷間の区間が終わろうとしています。間違えた。ローガンリバーのエイドステーションに着きました。112キロってなってるな。114じゃなかったっけな。全然走れなくて、もう眠くてダメだったんですけど、最後ダートロードでそこは走れてよかったですね。はい、少し補給をしたいと思います。355 3
5 in. We got 197 out. ローガンリバーを出ます。次は11キロぐらいで行動時間が2時間ちょっとの予定です。まさかの、寒さなんだけど、とにかくまた最初上りっぽいんで、とにかく進んで、また体冷えちゃったからね。はいはい、とにかく行きましょう。なんか川を塗装しなきゃいけないらしい。今激しい塗装があって暗くてちょっとカメラには映せなかったんですけど、見事に塗装失敗、両足ドボンしてしまいました。今0度切ってると思うんだよな。すげえ最悪。でも替えの靴下を持ってるんでここで投入してもいいんだけど、投入すると靴の水分が靴下に来そう。ちょっとどうするか、いろいろ起こりますね。100マイル、はい、それはちょっとここ寒いんで少し移動して考えます。いますね。靴下を変えることにして変えました。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、これでまだ結構靴が濡れてるから靴下もまたね濡れちゃうとは思うんですけど、その濡れた靴下を履いたままよりは大丈夫だと思うんで、ちょっとこれでね行こうと思います。スペア持っててよかった。ビーバーマウンテンのエイドステーションに着きました。もう食べたんですぐ出ます。ビーバーマウンテン出てあと残り40キロっていう感じなんですが、ここまでいろいろ紆余曲折ありましたけど、もうあと40キロなんでメンタルはめちゃくちゃポジティブになっております。できるだけ最後まで走れるところは走りきれるとベストだなと思ってますけど、まずは完走をね見えてきてるんで、絶対ねバックルをゲットしたいと思います。今ギブソンベイシンっていうエイド出ました。まだ暗くていないと130キロ地点ですね。あと30キロ頑張ります。やっと夜が明けてきました。待ちに待った。さっきまで調子よかったって言ってましたけど、やっぱそんなにうまくはいかないもので、130キロオーバーも走ってるとさすがに足も痛いし、もう調子悪いし、そんな感じになってますけど、これが100マイルっていうねことなのかもしれないです。みんな頑張ってるんで僕も頑張りたいと思います。当たり前か。に向けてのダウンヒルですが、地面が凍ってます。やっと着いた。
Thank you. Ah, that way. You got poles. ビーバークリーク。はい。めちゃくちゃ寒い。また濡れた。最悪。はい。足が超冷て。あとちょっとなのに。あと23キロ。まあでも日が出てきて暖かくなれば、まあ濡れてても乾いてくれるかな。今25時間52分。もうすぐ26時間で、あと23キロです。はあ、もうぼちぼち行きます。走れそうなところ走ります。次が確認したら、次がレンジャーディップっていう最終エイドですね。こっから 10.6 キロ。想定行動時間は2時間20分から2時間半といったような感じなんで、まあ、もうここまで来たらぼちぼち行こうかなと思います。すごくね、綺麗な景色が見えますね。突然ですが、夜間のウェアの紹介もしようかなと思います。さっさとゴールしろよって話なんだけど、まあそんなになくって、インナーを、さっき話したモンベルのベースレイヤーの上に、アルファダイレクトのフーディーですね。で、これは生地を買って、まあ、輸入して奥さんにこんな感じで作ってって言ってお願いして用意してもらったものです。で、その上にアンサー4のウィンドシェル。これで多分今日氷点下いってると思うんだけど、動いてればまあ大丈夫かなと。全然あったかい感じで使えますので。で、足回りですが、塗装に失敗して、パタゴニアのメリノウールソックスが水没してしまったので、こっち来て REI で買ったスマートウールかなの、メリノソックスを履いてます。まあ大体似たような感じなんだけど、こっちの方が混毛で架線も一緒に入ってるといったタイプです。でもこれもさっき濡れちゃったんだけど、
100マイルも140キロを超えてからやっぱ何かあるもんで、今大会最大級のスイマーが襲ってきて、見るもの全てが幻覚っていうか、全部なんか変な顔に見えたりとか、なんか人がいたりとか、とにかくもうフラフラで大変だったんですけど、ペーサー、ある選手の、女の子のペーサーしてるティモシー・オルソンニの人がカフェインジェル持ってるかって言って、持ってないって言ったら、持ってるからこれ使えと、快く1本くれて、それ飲んだらバチンと復活することができました。復活したよって言ったらめちゃくちゃ喜んでくれて、すごくいい人です。今サイシェードに向かってます。日が出てきてやっと暖かくなってきたんだけど、シェル脱いでアルファダイレクト1枚になってます。風が抜けるんで、今ぐらいの気温だったらまだ大丈夫かな。ちょっとまだまだね、距離あるんで、しっかり注意しながら行こうと思います。Do you have any message to Japan people who want to run the Greetings. We're on the last climb of the Bear 100 and the final descent to the finish. Oh yes. It's been a hard-fought race, and this gentleman here really helped me with a caffeine tablet. He saved me. I was so tired last night, I was just fighting to stay awake. So Yes. this is going to be a great thing. We're going to enjoy every minute of it. Yes. Thank you. 最後の映像はですね、コーラだけ飲んでもうすぐ出ました。ここまで来たらできるだけ自分のベストを出したいと思って、で今その最後のなんつかラスボス的な激登りがあって、シャドウどんぐらいなんだろう、もう半端ないやつが終わって、こっから何キロだ、結構長いダウンヒルでゴールに向かいます。あとちょい。今最後のダウンヒルを下ってます。結構急。お、めっちゃ転びそう。が見えてきました。見えますでしょうか。でもまだ6、7キロある。このね、ダウンヒルがちょっと厄介だな。ダウンヒル得意な人がタッ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 と降りてくるんでしょうけど、俺はめっちゃ苦手なんで、よちよちとしか下れません。これがゴール側、アイダホのフィッシュヘブン周辺ですね。コースがなかなかこいつが走りづらい。めっちゃ綺麗。
車であと1マイル切ったところに来ました。めちゃくちゃ疲れた。なんでこんなに飛ばしたかっていうと、30時間切れそうだったんで、ちょっと頑張ってプッシュしました。人生で一番プッシュしたとはありえないくらい。このままゴールします。やりましたよ。まさかのサブ30です。コーチングしてくれてありがとうございました。ゴールにいるかな、わかんないけど、祝福してもらおう。もうすぐゴールです。Yeah! Thanks. Hey! Hey, thank you! Yeah! I did it. Good job, man. Thank Here you. go. Well done. Number 355. VIP. Yeah, VIP tag. I did it. Yep, you made it. Thank you. Yeah. Great race. Good job. やりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったです。無事戻ってこれて。ありがとうございました。あの時は死んでましたけど、起こしていただいて助かりました。起こしたです。すみません。会えてよかった。でもよかった。いけるだろうな。ビール置いてないから、マウンテンデューで。お疲れ様でした。はい、ということで、ザ・ベア100、走ってきました。今回目標完走ということでね、掲げていたんですけど、無事に完走できました。ありがとうございます。なかなかねタフなコースで、でも人々もフレンドリーですごくいい大会だと思うので、今回のGood job, 217. 誰かゴールした。誰かね走ってみたいなと思った人はこの、YouTube 動画を見て参考にしてもらえたら嬉しいです。ぜひね参加してもらいたいなと思います。ではではまたですね、アメリカの100マイル走ることがあったらこの動画を撮ります。1年後か2年後かな。はい、更新頻度がめちゃめちゃ低い感じでいこうと思いますので、また上がったら見てみてください。Here you go. Hi, everybody. I'm the race director for the Bear. It's one of my favorite races. It's the best in Utah and arguably the best in the West. We have some awesome trails. Come out and enjoy them. Hope you enjoy this video. It's pretty rad. We have the best cows and lots of fun areas. Beautiful scenic trail. Come out and check it out. Or super cold when it goes down. It's like there's no in between. It's like all or nothing. Frozen. さっきね RD からもメッセージをもらったんで、ベア100興味ある人はぜひエントリーしてこの雰囲気を楽しんでもらえたらいいかなと思います。ではでは。